ロックス海賊団壊滅。ロジャー&ガープの最強合体技が炸裂。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1165話情報が公開されました。タイトルは残響です。扉へリクエスト、ベポがゼウスを枕にして気持ちよさそうに寝ている。小田先生はローも描き加え、彼ら全員が巨大な羊の上で眠っている。この話は前回の続きから始まる。ガープはロジャーに、お前にもロックスの声が聞こえるかと尋ねる。そしてロジャーとガープは魔人のようなロックスを攻撃する。数ページにわたる戦闘シーン。ロジャーとガープの攻撃はロックスに傷を負わせない。この対決は覇王色の覇気の巨大な波を生み出すほどの壮絶な衝突で終わる。ロジャーとガープは山々に叩きつけられる。その衝突はゴッドバレーの空を割った。衝突の後、ロジャーとガープは立ち上がる。負傷しているにもかかわらず、彼らはジャケットを脱ぎ、戦いを続ける準備をする。2匹の小さな電電柱が鳴り始め、彼らは仲間たちと話す。必ず戻る。ロックス、ロジャー、この島でお前ら両方に手錠をかけるつもりだったが、今は。俺の当初の計画はシャッキーと宝物を手に入れてとっととずらかることだったんだ。どうやら手を組むしかなさそうだな。俺はここに来るつもりなんて全くなかった。だが、この男を放っておくという選択肢はないだろう。その後、ロジャーとガープは再びロックスを攻撃する。同時に、レイリーが船にたどり着き、シャッキーを安全な場所へ連れて行くのが見える。ロジャー海賊団もまた、手に入れられるだけの宝物を持って到着した。銀票が部下たちに船に乗って島を離れるよう指示しているのが見える。シキもまたこれでロックス海賊団は終わりだと言った。リンリンとカイドウはゴッドバレーの別の場所で話していた。彼らはロックスの攻撃にもかかわらず無事だった。よく聞け、カイドウ。これは一生の狩りだ。いつか必ず返してもらうからな。バカ野郎。あの実をめぐる競争で俺がお前に勝った。それが単純な真実だ、リンリン。見てろよ。俺は暴力が全てを支配する海賊団を築き上げる。調子に乗ってるんじゃないよ。お前が私を超えることなんて絶対にない。リンリン、何をしている？我々は出発するぞ、宝物を取れ。いつかその借りを返しに来てやる。そして俺はお前が来た場所へお前を投げ返してやる。ゴッドバレーの別の場所でニューゲートはマルコのような見た目の海賊に出会う。彼はポロ海賊団の船長ポログラムだ。ニューゲート、あの山を破壊したのはお前だろ？クルーはバラバラみたいだな。俺の名前はグラム。あんたのファンなんだ。帰る船もないんだろ？俺と一緒にやらないか。面倒くさそうだな、うせろ。ステューシー、ガンズイ、ギルバスターもまたいくつかの宝物を持って逃げていた。ギルバスターには現在ペローナが作り出すものと似た幽霊が付き添っていた。ステューシーはニューゲートはどこかと非常に怒っていた。海兵の戦艦の一隻ではドラゴンが生き残った民間人を船に乗せるようライフルのようなもので上位の海兵を脅していた。一方、レイリーとギャバンはロジャーを探しに島へ戻ることを決意した。彼らはロジャー海賊団に島を離れて待つように頼んだ。通常のサターン星の体にイムの目を宿したイムが世界政府の船で島を離れた。イムはゴッドバレーを存在から消し去るよう命じ、その後、ナレーターが G11 基地の海兵とサイファーポールナンバー6がゴッドバレーと狩猟大会に関するすべての情報をいかにして消し去ったかを説明する。ガープとロジャー対ロックスの戦いは続く。ゴッドバレーのもう一つの巨大な山が戦闘で破壊された。ガープとロジャーは覇王色の覇気をまとった攻撃を放つが、ロックスも自身の覇王色の覇気でそれを相殺するためダメージを与えることができない。この状況を背景に、ロジャーはロックスの防御を打ち破るためにお互いの覇王色の覇気を全て一つの攻撃に注ぎ込むことを提案した。しかし、その計画には問題があった。その一撃の後、ロジャーとガープには力が残らないため大きな賭けとなる。だが、ガープはロジャーの計画に同意した。そして、チャプターの壮大な見開きページで、ロジャーとガープは合体技でロックスを打ち破った。ロジャーの偽名は鏡のエース。その名にあるエースは、ロジャーの愛刀の名前であるだけでなく、後の彼の息子の名前でもある。ロジャーは本当にエースを愛しているのだ。技は連続の突きでロックスの体を切りつける。ガープの偽名は無限げんこつ。ロックスに向かって何発もの重い拳を叩き込むこの攻撃はルフィのゴムゴムの銃乱打に似ている。
この話はロックスの敗北で終わり、ナレーターがロックス海賊団の遺産について語る。世界政府はこの事件の全容を隠蔽しようとした。しかし、ロックス率いる集団は一つの時代を形作った混沌の組織であった。ロックス海賊団の崩壊はその明確な響きをもって世界を揺るがした。悪魔の実の三大原則を覚えていますか？実はそのうち2つはすでに小田栄一郎先生自身の手によって破られています。そのため私はワンピースの結末で海で泳ぐことができる能力者が現れるのではないかと疑っています。そしてその能力者こそがイムである可能性が高いのです。悪魔の実の三大原則の1つ目は、1人の人間は2つの悪魔の実を同時に食べることはできないというものです。しかしティーチはこのルールを破りました。彼はまずサッチを殺害して闇闇の実を奪い、その後頂上戦争で何らかの手段を用いてニューゲートのグラグラの実の能力を手に入れたのです。彼の体がなぜ2つの悪魔の実を同時に宿せるのか、漫画では未だに明かされていません。しかしこれは彼の得意な体質に関係があるのではないかと私は推測しています。さらに大胆に言えば、おそらくこれはデイビー一族の秘密とも関係があるのかもしれません。ロックスによれば、デイビー一族の者が世界政府に捕らえられた場合、地獄よりも恐ろしい苦痛を味わうことになるといいます。それはどのような苦痛なのでしょうか？単なる厳しい拷問だけでしょうか？私は決してそうではないと思います。むしろバッカニア族であるバーソロミュークマのように様々な非人道的な身体研究や改造を強制される可能性の方が高いでしょう。悪魔の実の三大原則の2つ目は、世界に同じ悪魔の実は2つと存在しないというものです。このルールは自然界では成立するかもしれませんが、ベガパンクの科学技術の前では再び破られることになりました。彼はグリーンブラッドという技術を用いて、メロメロの実、スイスイの実、スパスパの実、ニキュニキュの実などの能力の複製に成功しました。さらには街道のウオオの実、幻獣種、モデル清流でさえ、最終的に光月桃の序のバージョンとして再現されたのです。色が違うためにベガパンクからは失敗作と呼ばれていますが、その能力の効果はオリジナルと何ら変わりありません。以上の分析をまとめると、皆さんもお気づきでしょう。現在までの漫画のストーリーで悪魔の実の三大原則のうち2つがすでに破られているのです。そこで問題となるのが、ワンピースの結末において第3のルールである能力者は海に嫌われ、すべての能力者は海で泳ぐことができないもまた小田栄一郎先生自身の手によって破られるのではないかということです。言い換えれば、物語の最後に悪魔の実の能力を持ちながら海を自由に泳げる人物が登場するのではないでしょうか。その人物が誰なのか現時点では断定は困難です。しかし、ある興味深いイースターエッグがヒントを与えてくれるかもしれません。皆さんは光月守屋と月光守屋の間の言葉遊びを覚えていますか？姓を一つ入れ替えるだけで守屋と光月一族が密接に結びつけられました。もしこの推測が正しければ、小田栄一郎先生は他のキャラクターにも同様の文字の入れ替えという手法を使っているのではないでしょうか。例えばイム。その日本語表記はイムで、ローマ字ではイムとなります。この名前を逆から読むと海となり、日本語の海、つまり海という意味になります。これは小田栄一郎先生が仕込んだ隠喩であり、イムがその特例、すなわちワンピースの最終章で登場し、海の呪いから解放される能力者となることを暗示しているのではないでしょうか。もし本当にそうなれば、悪魔の実が最初に設定された三大原則は完全に覆され、その力の根底にあるロジックも完全に書き換えられることになるでしょう。信じられない。イム様は18年前にすでに登場していた。スリラーバーク編のあの未知の生物こそ、彼女がサターン星に憑依した姿だったのだ。全体のイメージが完全に一致している。どうやら我々はみんなイム様を誤解していたようだ。なぜもっと早くルフィを始末しなかったのかと疑問に思う者もいるが、彼女が本編の2年前にすでに麦わらの一味を間近で観察していたことを知る由もなかった。よく考えてみれば、イム様が姿を現さない方がむしろ不自然だ。何しろ、ルフィが食べたのはゴムゴムの実であり、一度現住種2か形態に覚醒すれば、彼女にとって脅威となる。さらに重要なのは、この少年の名には D の一族という神秘的な印が刻まれていることだ。特に注目すべきは、ルフィが海に出てはずか数ヶ月で数々の大事件を巻き起こしたことだ。
大菓血深いクロコダイルを打ち破り、四方の島に乗り込んで世界政府に宣戦布告し、さらには800年来の天才と称された CP9 のロブルッチにも勝利した。世界政府を敵に回したというだけで、偉大なる航路全体を震撼させるには十分だった。五老星でさえ驚愕したのだから、イム様がこの新人の存在を知ることになるのも当然だ。そして、イム様がルフィを観察する場所にスリラーバークを選んだのは偶然ではない。ブルックはこの船が西の海出身だと語っていたが、ゴッドバレーもちょうど西の海に位置している。さらに都合の良いことに、月光森焼家の将軍ゾンビの中には、かつてロックス海賊団のメンバーだったガンズイ、ジョン、ギルバスターの3人がいた。このことから、この船はもともとゴッドバレーの一部だったのではないかと推測される。そのため、ルフィの出現はイム様に運命の導きではないかと懸念させた。彼女は麦わらの小僧こそがロックスとロジャーの意志を継ぐ運命の子ではないかと恐れたのだ。そこで彼女は静かに霧の中に身を隠し、ルフィの一挙手一投足を注意深く観察していた。麦わらの一味が最終的にバーソロミュークマによって絶体絶命の窮地に追い込まれるまで、ルフィがニカの実を覚醒させることはなかった。ここに来て、イム様の張り詰めていた心はようやく安堵した。五老星はかつてゴムゴムの実が800年の間に多くの宿主を経てきたが、誰一人として覚醒させることができなかったと述べている。そのため、イム様はルフィが瀕死の状態になっても太陽の神に変身しなかったのを見て、自ら麦わらの一味を抹殺しようとはしなかった。彼女の目には、ルフィはゴムゴムの実を偶然口にした少し実力のある D の一族のメンバーに過ぎなかった。それ以降、イム様は麦わらの一味を気にかけることはなくなった。しかし、彼女が万に一つも予想しなかったのは、カイドウがわずか3打ちでルフィを太陽の神の形態に覚醒させてしまったことだ。この瞬間から、イム様は狼狽し始めた。その後、五老星が総出で動き、彼女も自ら危機を解決するために乗り出す準備をしていた。しかし、古代のロボットがジョイボーイの封印した覇気を解放したことで、イム様はサターン星への憑依に失敗し、ルフィ一行を取り逃がしてしまった。現在、彼女は神の騎士団と共にエルバフへ急行している。イム様は今頃、後悔の念に駆られているに違いない。こうなると知っていれば、あの時スリラーバークで麦わらの一味を完全に抹殺しておくべきだったと。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。